皆さんこんにちは、東春です。尾道にやってきました。今日はちょっと変わった尾道体験をしちゃいたいと思います。広島県東部に位置する尾道市は古い神社やお寺、細い路地、レトロな風景が魅力的な海と坂道の町です。しまなみ海道の本州側の出発点でもあり、多くの観光客が訪れています。今回の尾道なんですが、実は私ここに入学しようと思ってきたんです。じゃん、尾道自由大学、早速行ってみたいと思います。千春ちゃんが入っていったのはちょっと怪しい建物。本当に大学なの？どこかな。ちょっと思ってたのと違う。不安。ここでいいのかな。あ、でもありますもんね。オープン。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あれ、大学ですよね。大学です。あ、なんかちょっと思ってたのと違う。想像してたのと違う。いや、なんかですね、この尾道自由大学で、面白い講義が受けられるって聞いたんですけど、盛りだくさんですね。尾道自由大学は自由に生きる人の学びの場として2013年に開校。ユニークな講義が随時開講されており、ホームページなどで予約をすれば誰でも受講することができます。尾道の瀬戸内海の暮らし、人の暮らしだったりとか歴史や文化を学べる、講義がたくさんで、例えば本の神社を巡るアドベンチャー神社学だったりとか、まずこの写真とかってもしかしてその授業の風景の写真ですね。いろいろありますね。みんなで体験しながら学んでいくスタイルでやってる講義ばかりなので、なんか私もちょっと体験してみたいって思ったら、ぜひぜひ。はい。ということで今日参加できる講義に出席。やってきたのは広島県立湘南高等学校。高校生がまさに講義を受けている教室へ。ちょっと緊張するな。声がする。すいません。いっぱいいる。すごい。今日何の授業なんですか？今日はですね。今日は鍋敷をちょっと学生さんと一緒に作ろうというあれなんですけども。鍋敷ってこれですか？はい、そうです。あ、これができるんですか？すいません、私もいいですか？一緒に参加させてもらって。いいですか？あ、やった。千春ちゃんが参加するのは尾道自由大学いぐさ部の講義です。畳の原料であるいぐさは備後地方でたくさん作られていました。今は栽培する農家も少なくなってきているこの伝統産業を後世に残し、さらにその可能性を探るのがこの講義の目的なんですって。いいですか？さっきは下から通したんですけども、次は上から通します。上から通した時にできた輪に今度は下から、逆ですね。わかりますか？でそれでキュッと上から入れて、下から取る。私結構不器用な方なんだけど、でも単純作業って嫌いじゃなくて、餃子作るとか同じことをずっと永遠続ける。意外にね、これハマっちゃうかもな。こう編みながらいぐさの香りがこう立つんです。なんか癒されるっていうか、なんだろう。話を聞くだけじゃなく、実際触れて体験してみることでまた新しい発見がある。自由大学の講義の醍醐味です。よし。ここまで来た。できた。完成。こちらが千春ちゃんの作ったいぐさの鍋敷。先生もびっくりするほどの出来栄え。これで私もいぐさ部に入部できますか？入部できます。なれます。やったー。イエーイ。尾道
自由大学はいの他にも講義がいろいろあるので、ぜひ来てください。いや本当に楽しかったです。りがとうございまますた体験させてください。ありがとうございねえねえます。ねえどう可愛いです。可愛い、うまい、やっうまいです。た。尾道の商店街に戻ってきた千春ちゃん。次のお店は尾道デニムショップ。ちょっと変わったデニムが売ってるらしいんですよ。ちょっと入ってみたいと思います。おしゃれ。おお、こんにちは。あ、すごいめっちゃ並んでる。あ、でもなんか普通のね、一見特に奇抜なわけでもなく、おしゃれなねデニムですけど、なんか何が違うんだろう、値段。建設、なんか職業ですよね、これ。建設業、ラーメン屋、はい、どういうこと？履いてくださった方が実はいまして、ちょっと待って、漁師、漁師さん漁師が入ってた。は実際にその職業の方が履いてたデニムを売ってるってことですか？そうですね。なぜ？なぜ？ここで販売されているのは備後地方で作られるデニムと尾道の魅力発信を目的とした尾道デニムプロジェクトのデニムなんです。尾道で働くさまざまな職業の方に1年間同じデニムを履いてもらい、シワや色落ちが個性的なユーズドデニムを商品化するというこのプロジェクト。デニム一本一本に履いた人のストーリーが詰まっています。お好み焼き屋さん、これタレ？そうかもしれないですお好ね。み焼き屋さんって。で、漁師さんだったら、例えばこの方の場合はここにちょっとうっすらと白い線がついてるんですけど、ついてる。これ何だと思います？なんだろう。これどの部分だろう。膝あたりより下になるのかな。漁師さんどんな格好で仕事される？なんか長靴みたそ、いうな。長靴。の当たってる部分？そうですそうです。ここから下はね、ちょっと綺麗なんです。そっか、隠れてるもんね、そうなん長ですよ靴で。はい漁師さん。面白い。漁師さんでもそれぞれこの人とこの人だとまたね、履き手が違えば、多分この人の方が一生懸命働いてた。この漁師さん。職業によってさまざまな表情が出るデニム。しかもこういう最初はこんなに色が濃くて、あこういう硬い、最初ですか？そう最初これがね、こういう風にみんな色が変わっていくんで、例えば同じ人が2回履いたとしても同じ色落ちにはならない、その時その時履いてた時のその、そうですよね。そう縮図というか、お仕事されてたまあ生き様というかですね、そういうところまでこう浮かんでくる。店長おすすめのデニムを試着してみることに。千春ちゃんが履くのはレモンの生産日本一の尾道瀬戸田の柑橘農家さんのデニム。じゃーん。どうですか？いや、可愛いですね。ぴったりですね。柔らかいし、軽いんですよ、結構。でも本当になんか、例えばお友達とかに「それ可愛いね、いいね」って言われた時に「いいでしょ」って後に語れる。そうですよね。そうこのデニム一つで10分は話せますよね。そうですねそしてなんかやっぱり1年間履いてくれてた方のことをこう思い浮かべると、大切にそうです着ようってね。はい。そうやって思ってもらうことも履いてた方がすごくやっぱり喜ばれる。まあなんかいいですね。こうつながっていってる感じが。そうなんですよ。ね、一本のデニムで人と人がつながったりとか、まあ土地と土地がつながるような、そういう面白さっていうのが尾道デニムにはあるかなと。なんかこんなお店があるなんて知らなかったです本当に。来ていただいてありがとうございます。すごいデニムショップ見つけちゃった。はい。最後に千春ちゃんがやってきたのは海運倉庫をリノベーションした尾道 U2。瀬戸内の旬を味わえるレストランやカフェ、セレクトショップ、ホテルなどが併設されています。じゃーん、どうですか？似合ってますか？ここは自転車だけじゃなくてウェアもレンタルすることができるんですよ。可愛いですよね。サイクリストの聖地と呼ばれている尾道。ここジャイアントストア尾道ではスポーツバイクやウェアのレンタルなどもあり、しまなみサイクリングをしてみたい人の強い味方です。
千春ちゃんもしまなみ海道に出発と思ったら、また U2 の中へ。やってきたのは今日はしまなみ海道ではなくてサイクリストに優しいホテルに来たんです。こんにちは。ホテルサイクルは自転車と泊まれるホテル。おしゃれな館内には自転車のメンテナンスができるスペースなど、サイクリストが満足できる設備が揃っています。中でもではお部屋がこちらでございますので、自転車お持ち込みいただけますのでご案内させていただきます。自転車も一緒にですか？お部屋の中にお運びいただけます。中に。はい。なんと自分のお部屋に自転車を持ち込めるんです。わあ、お部屋もおしゃれですね。どうぞ。すごい。こちらですね。れだ。ハンドルありますね。はい。こちらに自転車のフレームをかけてご利用いただけますので。なるほど。はい。それはやっぱりサイクリストに優しいホテル、そうですねということですよね。ありがとうございます。わあ、これ嬉しいだろうな。素敵。旅の最後はテラスで尾道水道の夕暮れ。今日はちょっと変わった尾道体験ということで、尾道自由大学では初めていぐさを使って鍋敷きを作ることもできたし、珍しいデニムショップにも行けました。そしてなんといっても尾道ならではのサイクリストに優しいホテルにも来ることができたし、もう今日は大満足。ちょっと疲れたのでゆっくり休んで、明日はしまなみ海道行っちゃおうかな。尾道を満喫した千春ちゃんでした。